はい、どうもチートンです。今日は月曜日なんですけど、週末にアライグマのソーセージを食べたくなったので川に来ています。皆さんソーセージには何をつけますか？ケチャップとかマヨネーズとか、もしくは両方のケチャップマヨネーズとかね、いろいろいると思うんですけど、僕はマスタードをつけるのが大好きです。ということで今日はね、この河川敷でマスタードの材料を取っていくということで、探す手間もなくもう目の前にあるんですけど、これが今回収穫していく西洋からし菜です。妻も西洋からし菜を見つけたようです。早速収穫を手伝ってくれています。マスタードというのは油中であるからし菜の種子が原料なんですけど、まさにこれが油中のからし菜です。つまりマスタードの代用品とかじゃなくて、これがマスタードの原料なんです。からし菜を英語にするとマスタードなんで当然なんですけどね。ちょっと種を取って味見してみましょう。これが西洋からし菜の種、マスタードの原料です。味見してみましょう。いただきます。辛みはまだそんなにしっかり来ないんですけど、マスタードの香りが口の中にものすごく広がります。辛みはね、水を加えて練ることによって増幅されてくるので、週末が断然楽しみになってきました。早速からし菜の種を収穫していきましょう。からし菜はね、鞘を乱暴に扱うと弾けて種が飛び出しちゃうので、丁寧に扱いましょう。今回はね、枝ごと持ち帰って家でゆっくり種を取り出したいと思います。なんで今日はね、枝を切って鞘ごと持ち帰ります。ちなみに現在日本で販売されているマスタードはほとんどがカナダ産なんですけど、日本でも北海道、新潟、長野、山梨などで少量生産ではあるんですけど、こだわりのからし菜が生産されています。興味のある方はね、ぜひこの動画を見終わったら国産マスタードで検索してみてください。まだねちょっとしか取れてないんですけど、これを袋に閉じ込めてバサバサーっとやるとね、こんな感じでもう種が少し集まってますね。よいしょ。大量にからし菜の種がありました。ここのは大粒でいいね。いい感じ。どうせ作るならね、たっぷり使って楽しみましょう。立派なマスタードの種です。結構取れました。どれぐらい取れたのか。結構取れましたね。旦那、いっぱい取れたよ。いや、めっちゃ取ってるじゃん。僕のと合わせればもう十分ですね。早速これでマスタードを作っていきましょう。帰宅。西洋からし菜の種を持って帰ってきました。そしたらここから鞘とゴミを取り除きましょう。よく見るとしっかり振ってあるので、鞘から種が全て落ちてますね。なのでこうやって枝と鞘を取り除きます。種はもうほとんどついてないですね。こうやってガサガサガサって振るとね、種が下に落ちますね。ガサの多い鞘は上に残るんで、わしづかみにして取り除きましょう。あらかた取れたらボウルにザルを置いて、袋の中身を全てぶち込みます。そしてザルを振ると綺麗に種だけ落ちました。雲と鞘を取り除くことができました。なんかちっちゃい虫いっぱいいるな。多少入っててもね、食べられない虫ではないので大丈夫でしょう。そしたらもう一袋も同じようにやっていきましょう。ザルを使ったんですけど、割とゴミ入っちゃいましたね。こういう時は息で吹き飛ばします。だいぶゴミが飛びましたね。それでもね、細かいゴミがまだ残ってるのと、雲とか小さい虫が入ってるんで、水を入れて浮かせましょう。種が水を最初弾くんで、しっかり水となじませましょう。それでも浮いてくる種は充実してないので捨ててしまっても構わないと思います。だいぶゴミが浮きましたね。これを取り除いていきましょう。また浮いてきた。これあれですね、やっぱり種がかなり疎水性で表面に出てくるとどうしても浮いちゃいますね。あんまりやりすぎると充実した種まで浮いてしまうので、できるだけゴミだけを取り除くようにしましょう。表面に浮いたゴミだけを取り除いていきましょう。ゴミを取り除くことができました。そしたらね、ここから種を取り出して水気を切って乾かします。これを平たく伸ばしてしっかりと水気を飛ばしていきます。キッチンペーパーを何回も変えて乾かしました。あまり長時間水につけておくと種が発芽の準備をしてしまっても良くないので、なるべく短時間で乾かしましょう。そしたらこのからし菜が一体何グラム取れたのか測っていきましょう。123g 取れました。思ったよりも取れました。ちょっと容器が小さい気もしますが、なんとかなるでしょう。やってみましょう。そしたらここにお酢を入れていきます。今回使っていくのはリンゴ酢にします。リンゴ果汁のみで作られたリンゴ酢です。特にリンゴの香りがするわけではないんですけど、とても美味しいお酢です。穀物酢なんかでもいいんですけど、ワインビネガーとか使ってる人も結構多いので、僕はね、今回リンゴ酢を使ってみたいと思います。種の容積よりも 1.3 倍ぐらいになるようにリンゴ酢を注ぎます。こんな感じですね。そしてそこに 1.5% の塩を入れます。今回282.9、283g として 1.5% なので、お塩を 4.3g 測って入れていきます。5g。大体でやっていきましょう。塩を入れたらそこに蜂蜜を入れていきます。これはね、カラス山椒から取れた美味しい蜂蜜です。これを小さじで3倍ほど入れましょう。だいぶひたひたになっちゃいましたね。材料が全部入ったのでしっかり混ぜていきます。
漬け汁が均一になったら常温で数日放置して、しっかりと種にこのお酢を吸わせます。なんかちょっと白いゴミが浮いてるんで、これ取り除いちゃいましょう。まあね、僕が食べるだけだったら別に気にしないんですけど、家族みんなでね楽しみたいんで、しっかりと取り除いて気持ちよく食べてもらいたいと思います。あらかたゴミが取れました。そしたらね、蓋をして常温で数日間放置します。5日間常温放置した後に冷蔵庫で2ヶ月間寝かせました。本当はもっと早く食べる予定だったんですけど、仕事が忙しくなったり、カミツキガメを取りに行ったり、家族とお出かけをしたりで、なかなか休日に休みを取れなかったので、こうなってしまいました。まあとにもかくにも味見をしてみましょう。開封。全く腐ってる感じはないですね。お酢に使っているのと塩や砂糖も入っていて冷蔵保存していたので、品質に全く問題はないですね。ちょっと味見をしてみましょう。いただきます。めちゃくちゃうまい。からし菜の種を現地で食べた時には感じなかった辛みがピリッとかなりきますね。ピリッとどころか結構辛さを感じます。しっかり漬け込むことで辛みが増すんですね。それでは早速ペーストにしていきましょう。からし菜の種がしっかり水分を吸ってます。一粒一粒がかなり大きくなっています。これをすり鉢に入れてすっていきましょう。小気味いい音がしますね。ゴリ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 と種が潰れていく感触もあります。熱い。背中焼けそう。うわー、いい感じの粒マスタードって感じの色合いになってきました。すげえいい匂い。めちゃくちゃいい匂いとともに目にツンときましたね。からし菜の種にはシニグリンと呼ばれる物質が入っているんですけど、これに水を加えてすりつぶすことによってミロシナーゼという酵素が働いて、アリルイソチオシアネートという辛味成分が発生します。そしてこれがね揮発性なんで、今まさに目に染みたということですね。ちゃんと辛味成分が生じていることが証明されました。めっちゃ楽しみになってきた。すりつぶすのはこれぐらいでいいと思います。ちょっと味見してみましょう。いただきます。辛っ。めちゃくちゃ辛くなってる。さっき粒の状態で食べた時よりも確実に辛みが増しています。そして鼻から抜ける香りもめちゃくちゃ華やかになって、ザ・マスタードという味わいに変化しました。そしたらこれで一応マスタードは完成なんですけど、これは一旦ラップをして冷蔵庫に保存して、今からアライグマのバラ肉、アラバラでソーセージを作っていきます。このアライグマのお肉はね、狩猟期間中に僕が捕獲をして解体、冷凍保存しておいたものです。しっかりね、油がついててソーセージにもぴったりそうなので、今回このお肉でソーセージを作っていきたいと思います。まずはね、あばら骨の周りのお肉をこそいで取っていきましょう。はい、265g のアラバラが取れました。こっちのね、あばら骨についたお肉はバーベキューにして後で食べちゃいたいと思います。これをひき肉にしやすいように少し細かく切っていきます。はい、そしたら100均で買ってきたブンブンチョッパーもどきでアライグマのバラ肉をミンチにしていきます。なってきたなってきた。すごいすごい使えますねこれ。さあどんな感じに仕上がってるのか見ていきましょう。だいぶミンチになりましたね。これならソーセージになりそうです。味付けしていきましょう。まずは塩 265g に対して 1.5% の約 4g の塩を入れていきます。そしてニンニク適量ですね。そしてパプリカを少々。今回決め手になるのがウーシャンフェンですね。中華系のかなりいい香りがしてスパイシーで美味しい味です。しゃぶしゃぶの時のお出汁に入れてもめちゃくちゃうまいです。僕の好きな香辛料のうちの一つです。これよく見たらアライグマの油が巻きついちゃってほとんど粉砕できてないですね。脂肪分が足りないとパサついたソーセージになってしまうので、ここで油脂を投入します。最後に氷。ジューシーになるのと同時にお肉の温度が上がるのを防ぐことで水分と油分の分離を防ぐことができます。水分と油分が分離するとパサついたソーセージになってしまうのでコツの一つです。それでは早速最終混ぜ混ぜしていきましょう。せーの。オッケー。さあどうなっているか。かなりいい感じじゃない？そしたらこれをソーセージ絞り器に入れていきます。お肉もいい感じの粘りが出てますね。油も分離せずにいい感じに馴染んでいます。ふわふわのソーセージの種が出来上がっていますね。ほぼ無添加の自家製ソーセージがこれで作れるわけですね。ニンニクチューブ入れちゃったんでね、完全無添加とはいかないんですけど、まあほぼ無添加でいいでしょう。アラバラのミンチが入りました。そしたらこの絞り口のついた蓋を取り付けて、ここにあるレバーでグッとここに吸着します。そしたらいよいよ腸詰めの時間です。これは豚の腸なんですけど、塩漬け冷凍されていたものを水で塩抜きをしてあります。この腸をここにかぶせていくんですけど、その前にこの先端からお肉がね少し飛び出すようにしておきましょう。はい、いい感じに先端まで来ました。そしたら折れるな。先端に腸をかぶせていくんですけど、先端が乾いてると腸の皮がかぶりにくいので、少しねこうやって濡らしておいてあげます。そし
して豚の腸を先端にどんどんとかぶせていきます。しっかり根元を押さえて棒を固定して皮をかぶせていきます。はい、結構皮かぶったんでこの辺で一回切っちゃいましょう。今回そんなたくさんお肉がないんで様子見ましょう。皮の先端を結んで中身が漏れないようにします。ギュッとな。そしたら早速ね、腸詰めしていきます。このハンドルを回すと先端からごめん、ここちょっと押さえててくれる？ここを回すと先端からお肉が出てくるんで、サポートしながらお肉を押し出します。お、いい感じに入りました。いいね。ちょっと嘘みたいになっちゃった入りきったので、ここでね結んでおきましょう。腸詰めができました。初めてだったんで空気が入ったりいびつなんですけど、まあ及第点ということで勘弁してください。そしたらね、途中でねじってよく見るソーセージの形にしていきます。形を整えながらね、ソーセージを作っていきます。くるくるっと。こんな感じのソーセージが出来上がりました。そしたらこれをファイヤー、お湯がグラグラしてきたのでバラバラのソーセージを入れていきます。投入。いい感じ。うわ、パンパンになってる。割れちゃうかな。一応浮いてきたアクは取っておきましょう。それにしてもパンパンに膨らんだな。ソーセージがパンパン。ソーセージは空気抜きをするのが基本みたいですね。本来であれば腸詰めをした時点でプツプツ穴を開けておくんですけど、今回ね穴を開け忘れてしまったんで今穴を開けてみたいと思います。おい、うわー、肉汁が噴水してしまった。もったいない気がするが、でもなんかソーセージの形になった。皮とお肉が密着してソーセージになりましたね。おりゃ、うわー、危ねえ。うわ、マジか。そして腸っていうのはかなりこの締め込む力があるんですね。収縮していきます。おりゃ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 。これで空気抜きができました。本来であればもっと早くするものだったんですけど、ちょっと遅ればせながら今やらせていただきました。そしてソーセージの方はというと、はい、僕のよく知っているソーセージの形になりました。うわ、めちゃくちゃいい匂いしてる。まさにソーセージの匂いがしています。これは絶対うまいな。そしたらお湯から引き上げましょう。今度はフライパンにして焼いて焦げ目をつけましょう。ファイヤー。早速いい音がしています。結び目切っちゃいましょう。よいしょ。いい感じの焦げ目がついてます。うわ、めちゃくちゃうまそう。もう間もなく完成すると思うとめちゃくちゃワクワクします。パリッとね、焦げ目もついたんでもういいでしょう。ソーセージが完成したのでホットドッグにしていきましょう。うまそう。ケチャップをかけて粒マスタードをのせれば完成。やっと完成しました。大地の恵みに感謝していただきます。まずはアラバラソーセージそのままいってみましょう。いただきます。めちゃくちゃうまい。アライグマ臭さとかジビエ臭っていうのは全然感じないですね。それとウーシャンフェンがガチでいい仕事をしてるザ・ソーセージになってますね。いや、これめちゃくちゃありだわ。それではお手製粒マスタードをのせていただきましょう。いただきます。うまい。めちゃくちゃうまい。最初にね、粒マスタードの酸味を感じてすぐに辛みがふわって抜けるんですけど、噛めば噛むほどね、アライグマの旨味と混ざってすごくいいコラボレーションしてます。これはもう我慢できない。いただきます。うまい。うますぎる。本当にね、ソーセージ本当にうまくいってる。いや、これは感動だわ。これはまたソーセージ作りたくなりました。それとね、ガチでマスタードが完璧です。酸味と甘さのバランスとかね、いろいろ含めて完璧うまいです。もうこれしかない。ガチでうまい。続いていただきます。うまーい。めちゃくちゃうまい。粒マスタードの酸味と辛み、アライグマのうまさ、そこにねパンの甘みとケチャップのうまみが合わさって最高級の一品です。めちゃくちゃうまい。いいだな。なんか今さ、うまいって聞こえたよ。めちゃくちゃうまい。これがね、ソーセージとホットドッグ、そして一緒に取ったマスタードがこうなりました。いただきます。で取ってきたやつ。そう、美味しい。マスタードがいい仕事してる。辛くて美味しい。こんな美味しいの？ほんと市販のマスタードと遜色ないかさ、それ以上に美味しいよね。美味しい。ソーセージも美味しい。全然アライグマの感じしないね。美味しい。ソーセージだよ。よく売ってるじゃん、ジビエソーセージ。あんな感じ。美味しいよ。それは娘に食べさせたいね。マジで普通にうまい。いや、ほんとマスタードがいい仕事。マスタード
ガチでうまいね。これみんなやるべきです。でバラ肉使ったからちょっと心配だったのがジビエ臭なんだけど、その感じが全く出てなくて美味しいです。あとジビエとウーシャンフェンかなり合うかもしれないね。全然邪魔してない。すごい調和してる。まだねこれ残ってるんですけど、子供たちが絶対アライグマのソーセージは食べたいって言ってたんで、これはね後でまたみんなで食べたいと思います。粒マスタードマジでうまいので、皆さんぜひね河川敷でからし菜を見つけたらチャレンジしてみてください。これからもねどんどんいろんなことに挑戦していろいろなものを食べていきたいと思っているので、この動画が面白いと思った方はぜひ高評価ボタン、そして下の共有ボタンから友達に拡散してください。これからもどんどん面白い動画を出していくので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。バイバイ。